1583年、織田家家中で主導権を握り、天下人としての地位を固めつつあった豊臣秀吉は大阪城築城を開始します。工事は4期にわたって行われますが、この第1期工事で1585年に完成したのが本丸です。今回は豊臣秀吉が築いた大阪城のうち、この本丸を紹介します。本丸については、幸いなことに徳川幕府の初代京都大工頭を務めた中井家に築城当初に作成されたと考えられている本丸図が残されており、この図をベースに作成しています。ただし、高さに関しては大阪市立大学のボーリング調査による成果などかなり正確に把握されてきているのですが、今回の 3D モデルには反映できておらず、各廓の相対的な高さを示すにとどまっています。豊臣期大阪城本丸と現在の大阪城本丸の違いは、豊臣期大阪城本丸は西側に大きく堀が南北に入り込み、堀の西側の米倉地区と東側の表御殿地区、奥御殿地区、山里地区に分かれていたのに対して、現在の大阪城は西側の堀を廃止して米倉地区、表御殿地区、奥御殿地区を高低差のない一体の廓とし、これと山里丸から構成されている点です。南西にある米倉地区は空堀で囲まれた馬出し的な役割を果たしていた廓です。表御殿地区は豊臣政権の公的な対面の場、奥御殿地区は秀吉の私的な空間、山里地区は茶の湯や花見を楽しむ空間でした。大手口は南側の桜門で、まず米倉地区に入るようになっていました。この桜門は手前の土橋を取り込んで作られた外枡形で、慶長期以降に普及する内枡形ではありません。米倉地区には巨大な米蔵が設けられていました。西側の堀は空堀で、深さ約9メートルあります。空堀と水堀で狭まった部分に設けられた板書をくぐると表御殿地区で、ここには豊臣政権の公的な対面所としての表御殿がありました。表御殿は玄関である遠侍と最も重要な儀式である対面が行われる御対面所が東西に並んでいました。御対面所の北には台所とお料理の間が隣接し、より重要な対面が執り行われた御黒書院が続いていました。御座の間は秀吉の執務室、御局は表御殿に出仕した役人たちの部屋でした。表御殿地区から奥御殿地区に向かうと、西下段帯廓と井戸廓によってくびれた巨大な土橋状になった部分を通り、中野段帯廓へ、そして枡形を通って爪の丸に入るようになっていました。土橋東側の井戸廓との飛行差は約15メートルあり、城内でも高い石垣の一つです。爪の丸は大阪城の最高所に築かれ、東西は下の段帯廓、中の段帯廓が囲んでおり、爪の丸石垣と合わせて合計3段の石垣で構築されていました。これは当時の石垣技術でまだ一気に石垣を積み上げる技術がなかったためだと考えられています。下の段帯廓の高さは東西で違い、西下の段帯廓の方が約 7.5 メートル低くなっていました。中の段帯廓は東西とも同じ高さです。爪の丸には正面の黒金門から入りますが、ここも桜門と同じく外枡形ですが、手前に門はありません。2つの門を備えた内枡形が普及してくるのは関ヶ原の戦い以降のことです。正面右に見える櫓の下にある石垣が今年4月にオープンした大阪城豊臣石垣館で公開されている石垣です。秀吉が築いた大阪城の石垣では、花崗岩、砂岩、安山岩、チャートと多様な種類の石材が使われていることに加えて、古代寺院の礎石、古墳石棺の未製品と思われる石をはじめ、真詰石には石臼や五輪塔の破片なども見られ、手当たり次第に石を集めていたことがうかがわれます。
なお1959年に行われた大阪城総合学術調査で初めて見つかった地下石垣は西中野段帯狂わのこの石垣です。黒金門をくぐるといよいよ爪の丸です。爪の丸の地表面は表御殿地区に比べて 3.5 メートル高くなっており、秀吉のプライベートな空間である奥御殿が設けられていました。正面に見えるのが御当座村井で、お広間とご対面所と並んで奥御殿で最も豪華で大きな建物でした。お広間とご対面所では表御殿の正式な対面とは違い、秀吉夫妻と親しく、より密接なあるいは私的な会見が行われました。お御書院は秀吉の奥の執務室、御殿は秀吉夫妻の今寝室でした。御焚き火の間はいろりがある寒暖の場所で、お上台所は正室北の政所が料理を指揮する台所、長屋は奥女中らの寝所でした。フロイスの報告書によると、奥御殿には300人ぐらいの奥女中がいたと記されています。これら大阪城の表御殿、奥御殿は安土城の御殿とともに平安時代以来の神殿造りが室町時代になると花の御所や各地の守護所等のように書院造りへと次第に変化していく中での到達点として評価されています。書院造りは安土城の御殿群で一定の完成の域に達するものの、山城であるがゆえの地形の制約があったのに対して、大阪城の表御殿と奥御殿はより制約のない平地で建設が可能であったことから、初の巨大な書院造りの御殿群と言えるのではないでしょうか。その規模は朝倉市館やつつじヶ崎館といった守護所の過渡的な御殿建築を質規模ともに凌駕するものでした。一方、大阪城の御殿群は表御殿と奥御殿がまだ空間的に明確に分かれており、江戸時代になるとこれらは統合されていきます。爪の丸北東隅には高さ39メートルと推定される巨大かつ華麗な天守が築かれました。本丸奥の隅部に天守を建築するのは大阪城以外にも肥前名古屋城、聚楽台、石垣山城など秀吉が築いた城の多くが同様の構成です。天守の外観についてはさまざまな復元案がありますが、ここでは最も古い時期に描かれたとされる大阪城図屏風の天守を参考に制作しています。大阪城天守の絵画資料としておそらく一番有名であろう大阪夏の神図屏風の天守と比べると、特に入母屋造り屋根が大きく、また外面の装飾も華美になっています。天守は外観5層、内部6階の望楼型天守で、外面は黒漆塗り、壁面には金箔を押した菊紋、切紋、唐草文様等の彫刻で飾られていました。南西隅のみは爪の丸の地表面とほぼ同じ高さから立ち上がっていました。この部分が2階分あり、合計では8階であったと考えられています。瓦や飾り金具、組物などにも安土城と同じかそれ以上に金がふんだんに使われていました。天守の平面形は1階と2階の大きさはほとんど同じで、2層目の屋根を巨大な入母屋造りとし、その上に棟の向きを変えた入母屋造り屋根を積み重ねています。この構成は4層目が八角形ではない点を除いて安土城天守とよく似ています。天守南東に付け櫓が、北面には付けびさしがありました。山里廓から天守台上端までの高さは23メートルあります。この部分の石垣がおそらく豊臣期大阪城における最も高い石垣になります。天守は天守台石垣いっぱいには築かれず、若干余裕を持っており、東西には武者走りが巡っていました。これは完全に直角に積めない石垣と正確に立ち上げることができる建築との調整のためだと考えられています。上町台地の最高所に造成された爪の丸に築かれた大阪城天守は、周囲どこからでも見ることのできる
秀吉の権力の象徴となったことでしょう。外観だけでなく内部も華麗な障壁画で飾られた天守は安土城と大阪城だけであり、その後作られることはありませんでした。また爪の丸北側にある山里地区も豊臣期には西と東で分かれており、山里廓と芦田廓の2つから構成されていました。これらの廓は大阪城の絡め手にあたり、爪の丸との段差は上町台地の自然地形の段差でもありました。極楽橋を渡るとまず芦田廓に入ります。芦田廓は西下段帯廓と山里廓に通じる廓で、北側に船入りがあり、ここから船で堀を渡れるようになっていました。芦田廓から約3メートル高い山里廓に入ります。山里廓は茶の湯や花見を楽しむ空間ですが、芦田廓と同様、中池本丸図には井戸以外は描かれておらず、どのような建物があったのか不明です。さまざまな復元図や模型では、山里廓には茶室や庭園、芦田廓には蔵などが立ち並んでいるような表現がされています。ここでは山里廓に池と茶室を配置してみました。山里廓から爪の丸に入るには西中野段帯廓を経て細い通路を通って入ることになりますが、ここも周囲からの攻撃を受けることとなったでしょう。井戸廓は表御殿地区と奥御殿地区の間にある東下野段帯廓よりもさらに低い廓です。二の丸から表御殿地区の東側を長い坂を下っていくとある廓で、ここから階段によって直接中野段帯廓手前の土橋に出られるようになっていました。また最後の脱出ルートとして東下野段帯廓の南端に設けられた渦見門から井戸廓を通って場外に出られるようになっていました。井戸廓には簡易な門しかありませんが、ここから中野段に達するには非常に狭く、高い階段を上らなくてはならず、なおかつ周囲からの銃撃を受けることになるため、突破するのは容易ではなかったでしょう。このようにして完成した本丸ですが、第2期工事が翌年の1586年から始まります。大阪城は事実上の天下人となった秀吉が築いた巨大な平城であり、天守の構造、縄張り、瓦や石垣の構築技術に至るまで以降の城に多大な影響を与えました。